70いってます今。始まります。始まります。はい。もうOK です。あ、はい、始まってますね。じゃあこんにちは。こんにちは。こんにちは。本日はね、今年でというよりもう本日2月11日で創業100周年を迎えられた日東の吉川社長にお越しいただいてお話聞いていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉川です。ちょっとお祝いの席なので、ちょっと初めに本当気持ちなんですけど、僕たちから。お、なんすか？僕も聞いてない。僕も聞いてないです。お。じゃあ100周年、じゃあ中山さんから。僭越ながら代表させてもらって。100周年おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、素敵なお話。緊張がそうなんですよね。久しぶりのあれだし、緊張しちゃうんで、大先輩を前にしてね、緊張しかないんですけど、まあタイトルを今日のねお話のテーマでタイトルが100年続く企業の秘密を聞く会ということで、今日はもう吉川社長に日東のものづくりという視点を通して100年続く企業の秘密をお伺いできたらなと思います。僕らもね16周年でしたっけ16周年100年続くように今日のアドバイスいただいて100年続くように頑張っていければなと思います。そうですね。ちょっと壮大ですけど。まあ確かにね、はい、ちょっと緊張ほぐしながら。そうだね。多分2、3分で柔らかくなっていくと思うんで。はい、で一応テーマも出てるんですけど、まああんまりね縛られることなくね、なんかフリートークでできればなと思います。まあけど目次がないとちょっとね行ったり来たりしちゃうと思うんで、これを目安にやっていこうと思います。はい。で、そうですね。ともに一応今日生配信させてもらってるので、この画面の向こう側で見ていただいている方と一緒にぜひ楽しんでいけたらと思うので、はい、一応コメントの方はこっちで拾っていますので、途中もし何かあれば一緒に。そうですね。そうですね。なので皆さんぜひね、お祝いのメッセージとかね、なんかお気軽にコメントもらえると、はい、中山さんが拾ってくれます。マジですか。はい、マス様からね、日東さん創業100周年おめでとうございます。もうそうですね。おめでとうございます。はい。で、千谷さんがコメントを拾ってってくれるんで、はい、僕はもう喋っていくだけですね。はい。で、まあお時間許す限り、まあ大体11時15分までやろうかなと思いますので、はい、皆さんお付き合いください。じゃあ早速時間もあれなんで行きましょうか。100年続く日東の点々点で全部なるようになってるんで、まずは秘訣、日東の強さはどこにってことで、100年続く日東の強さをまず吉川さんが思われるところをお話お聞かせいただければなと思います。あります。はい。お客さんが本当に欲しがるものを諦めずに最後までチャレンジをして、作っていくことだと思ってます。製品ができた時がやっぱり一番嬉しいですね。製品を作る時に、やっぱりコストも大事だし、それから強度も大事だし、デザインあんまり得意じゃないんですけども、デザインやっぱり自転車につける部品ですから、自転車をしょっちゅう見てないとそれに合う部品というのは生まれてこないんで、それを限りなく続けることだと思ってます。ありがとうございます。やっぱ僕らもね、日東さんの製品よく使うことはありますけど、やっぱ絶対的信頼感とかね、安心感があるっていうのは多分今のお話の通りだと思うんですけど、ちょっとデザインが苦手だっておっしゃってましたけど、新製品、じゃあその新製品をじゃあ生み出し続ける、新鮮なアイデアとかはなんかどこから出てきたりとかするのかなっていうのは一緒にお伺いできればなと思うんですけど。はい、まずスポーツサイクルということになってくると、アメリカがだいたい日本の10倍ぐらい、ランドナーにしてもグラベルロードにしても10倍の需要があるので、日本ではミニサイクルとか通学者とか、それからあと荷物を運ぶだけの自転車というのが実際には70から 80% ぐらい販売されてる台数を700万台としたらみんなそこに集中してるんで、スポーツ車っていうのは日本は少ないんで、私どもも20年前30年前は通学車作ってました。
ただ今はもうほとんど作ってないんで、軽合金とか黒森の材料のスポーツ車がメインですね。ですからアメリカがお客さん多いんでね、アメリカに行って、サイクルショーを見に行ったり、街中で見た自転車を参考にして新しいものを作ってます。流行は常にアメリカがスタートが多いんで、BMX にしてもマウンテンバイクにしてもグラベルロードにしても、日本でまだ流行ってない時にアメリカではもうだんだんポピュラーになってきてる。失敗するもんもあるんですけど、チャレンジするっていうことにおいてはアメリカが一番市場としては大きいと思います。ありがとうございます。はい、僕らのね、なんかアイデアとかも形にしてくださるあるので、まあ、僕らもね、その伊藤さんのアイデアに負けないように、はい、僕らの方からもなんかね、出して続けていけたらいいなと思いますね。じゃあ、まあちょっと今のお話とかぶっちゃうところもあるかもしれないですけど、まあ、100年続いていくうちでその変化 し続けたところと、まあ、変わらないところ、これとこれみたいなのがあればお話聞かせてもらえればなと思うんですけど、出てきそうです。変わらないものっていうのも日東では作ってるんですけど、45年間変わらない、トラックのハンドルバーとかステムとか、これは競技用でも学生が乗ったり、競輪で使われたりするものは材料も変えてませんし形状も変えてません。ただ世界戦に出る人、それからオリンピックに出る人、何に使ってもいいわけですから、 UCI に、からはみ出さなければねいいということで、まあ古くは中野浩一さんが世界戦で10連覇した時のハンドルは全てうちで作ってたんですけど、中にはチタンのハンドルがあったりステムがあったり、聞いたことある。まあ中野さんそこまで材料に詳しくないんで、大阪にいるビルダーの長澤さんが、全てフレームから部品まで決めるんで、一緒に打ち合わせしながら10年間、作って、最終的には時代オリンピックにプロが出れればね必ず金メダルを取ってくれた人なんですけど、世界戦10連覇の後はね、スクラッチのレースなくそうという話まで出てきてしまったんでね、もう 1,2 年走れたはずなんですけど、10年で節目で降りたんですけど、その時にやっぱり、日々勉強ですね。チタン生まれて初めて扱いました。勉強もしたんですけど、日本にそんなにいいチタンがなかったんで、ね、それでも作れないことはないんで作って出しました。以上です。ありがとうございます。本当細かなニーズにも対して、対応してたってところがなんですか、柔軟な対応ってところが続いてこれた理由なのかなとも今聞いて思いましたね。で、まあ、こんなことせっかくの100周年のねお祝いの時に聞くことじゃないかもしれないけど、この存続の危機、この時はやばかったぜみたいなことはありました？これは日本の部品メーカーさん、はい、全てに当てはまることなんですけど、これは私も所属する自転車協会、まあ、自転車工業会、はい、旧、はい、平成2年、1990年に、関税が自転車の方の輸入の関税がゼロになりました。それまでは関税があったんですけどね、関税ゼロになると何が起こるかみんなよく分からなかったんですね。そうですね。でそこから輸入が一気に2000年まで伸び続けて、ここのラインにあるのが年間の売れる数ですね。で日本ではその頃800万台ぐらい売れてたのかな、
で車が600万台、自転車の方が売れてる数は多いんですよね。でまあ安い、それから近場で行くんだったら自転車の方が駐車しなくて、駐車場を探さなくて済むっていうことでね。でこの輸入がどんどんここまで増えると誰も思ってなかったんで、まあ、200万台ぐらいで終わるだろうという、で行っても400万台で終わるはずだというのがね、どんどん増えて、はい、そうしますと国内の生産、中小企業がやってるところは何を残されたかっていうのは、作るのが 10%、はい、これは続けていくと10分の1の規模にしないとやっていけないわけですよ。でこれの一番ここの境目のところが、ハンドルの仕事を続けるか続けないかっていうね分岐点で、車の仕事、オートバイの仕事ありましたんで、そっちへ行こうかどうか迷ったんですけども、はい、自転車一本で行こうということで、この年からはもう一生懸命海外のスポーツの自転車を売ってる人たちと一緒に新しいものを作って、今日現在、私が会社入ったのは45年前とすると6社ハンドル屋さんがあったんですけど、はい、今私ども1社だけなんで、生き抜く方法はいろいろあると思います。自動化してものすごいコストを下げて原価を下げていって、数で、頑張ると、近くに数で頑張ってる100円ライター屋さんがあったんですけどね、東海さん100円ライターですからね、はい、でその時に100円ライターのが自転車屋の部品より早く、いくら数作ってもいくらコスト下げても海外の人件費の安いところで作った100円ライターは買いに行ったら100円で2個買えたんですよね。あ、もうこれは無理だと思って値段でどんな設備して合理化してもその時無理だということで、同じ福島県内に工場があったんでね、福島の人たちは工場みんなそこ見に行ってるし、本当に、合理化された工場でしたね。そこまで行ってもダメなんだったら、一番お客さんに近くに行って本当にお客さんが欲しがってるもの、いいものを欲しがってたらその人とコンタクトを取ってその品物を作るしかないなということで今作ってます。もちろん私ども売り上げも80% ぐらいダウンしたのかな。作ってる数も80ぐらいダウンしたはずです。でもお客さんが喜んでくれるものだけ作ってればなんとかここまで来れたと。この先はまた分かりませんそうですね、私はもうここまででもう精一杯だったすごくいいお話をお伺いできたなと思いました、ね。これは自転車工業会の統計ですから、はい、輸入統計も国で出したものをグラフにしてるもんで、そうですね、日東さんのってわけじゃなくて全体のってことですもんね。はい、まあもしかしたらじゃあそこの判断で自転車のパーツちょっと作るのやめちゃおうぜってなったら2000年ぐらいでもしかしたら日東さんのハンドルがもうなくなるっていう可能性もあったってお話もね。はい、そうですね。すごいな20年前ぐらいだもんね。そんなに昔の話でもないっていうのが僕はちょっと驚きましたね。海外に工場を作って、はい、全部例えば一部上場しててね、はい、工場を作って海外でメインをね、はい、の工場をそちらに全部移して、はい、で日本は販売するだけという形を取ればそれはそれで成功で、まあそうですね、私ども福島の工場が50年前にできたんですけどメインの工場が生産どんどん増やしていったんで海外に移るってことを選択肢がちょっともう全くない状態でしたから
逆にそれがね盛り返しのきっかけになったのかなとも思いますし、やっぱお客様が喜ぶ製品をずっと作り続けてれば大丈夫っていうね言葉がすごい力強かったなって今聞いてて思いました。でまあそんなちょっとやばかったぜなんて時期もありましたけど、はい、まあ、歴史を変えた分岐点、まあ、100年あるとすごい歴史いっぱいたくさんあると思うんですけど、まあ、吉川さんが思われるここはちょっとなんか日東の歴史少し変わったかもみたいな分岐点があればぜひお聞かせしてもらえればなと思うんですけど。はい、やっぱりマウンテンバイク、それまで馴染みが日本にはなかった1975年超えたあたりからサンフランシスコで流行りだしてたマウンテンバイクのトム・リッチという人がフレーム作って、それでゲイリー・フィッシャーという人が営業やってて2人で一緒に、日東の荒川の本社の方へお見えになりまして、ブルームスのハンドル作ってくれっていうことで、それ作った時がやっぱり全然今までと違う方法でこんなハンドルでいいんだろうかというのを作ったら月産1万本その後作るようになってもちろん利益率もいいし、それから会社の方もどんどん合理化できたんで手離れも良くなって、で溶接のハンドルでそんなに作れるっていうのもその時初めて知ったんですけどね。で一度そのハンドルもなくなって、また次のことを考える時に、しょっちゅう打ち合わせしながらハンドルステムとバーは別々になったり、アルミにしようとか、溢れるぐらいアイデアはアメリカからもらいました。まだヨーロッパがそこまで追いついてないし、あれはアメリカンの遊びだということでスポーツの道具としてもあまり認められてなかった時期があって、結果的にはヨーロッパもマウンテンバイクどんどん流行ったんです。そこが分岐点だと思いますよね。アメリカのマウンテンバイクがやっぱり、ちなみにね今日ブルーラグのスタッフも来てるんですけど、なんか質問あったら全然飛び入りでしてもらって、さすが金子さんどうぞ。金子さんから質問です。いいですか？もちろんです今現存して今ラインナップにあるパーツの中で一番古いのって何なの？そうですね、今ニトさんのラインナップの中で一番古いアイテムを金子さんから質問いただいてます。覚えてる？いや私が、会社に入る前のですから多分48年ぐらい続いてるものっていうと B の123のトラックのハンドルで、なんで材料住友軽金属から買ってるんですけど大丈夫ですよ一切スペック変えてませんから、その時にアルミの熱処理をする材料を使うっていうことに対してね、自転車でそんなことができるんですかと。材料を2倍も3倍もするし、加工も2倍も3倍もするし、そんなもんが売れるんでしょうかねということで、研究所と一緒にそのパイプを作ったぐらいですから、その前はアルミのパイプあったんですけど熱処理できない分で、天皇陛下が使うから作ってくれと関西車メーカーに言われて、で沼津の御用邸にねその自転車ありましたね。沼津の御用邸、アルミのハンドルで、あとは科学技術館に古い自転車置いてあるのかな。島野さんの博物館にはちょっとなかったけども、もっと古いのが島野さんの博物館にあるみたいですよ。私も前の時に見に行ったんですけど、本当に古いもん80年前のものがね本当にあるんで、作り続けてるのはあと105かな、その辺がやっぱり45年超えてますね、間違いなく。私が会社入った時にもうありましたからね。ロードドロップで105。ロードのドロップですね。40年あんだ。BMX とマウンテンは私が入ってから作ったハンドルなんで。そうなんだ。
もちろんその頃はチネリもハンドル作ってたし、チネリに何回かお邪魔して一緒に幻のチネリのランドナーを作るってんで刻印だけ残ってますうちに。親父さんがね引退しちゃったんで、チネリと一緒にランドナーのハンドルを作ろうということで。すげえな。お腹いっぱいです。お腹ありがとうございます。他にあればなさそう。コメントどうですか、千代さん。コメントはね、さっきから吉川さんの言葉からアメリカっていうキーワードがたくさんいただいてるんですけど、まさかの本当にアメリカからそうですね、100周年おめでとうっていうのと、新戸さんのクラフトマンシップに本当に感謝してますっていう言葉をいただいたりとか、あと他の方もアメリカの多分方で日東の席のおかげで僕をいつも笑顔にしてくれてるっていう言葉も素敵な。海外の確かに中谷さんに中谷さんにコメント拾ってもらってよかったですね。中谷さん今しれっと翻訳してるんで間違ってるんですよ。しれっと翻訳してるんでよかったです。僕だったらできなかったですね。他なんかじゃあ僕聞こうかな。多分さリッチーの話出たと思うんですけど、多分僕がネットで調べたぐらいなんですけど、多分リッチーも多分84年ぐらいに日本でフレーム作ろうとかで、多分同じ年にグラントさんもブリヂストン USA に入ってるみたいな情報を僕拾ってきたんですけど、コンタクトあったのってやっぱそのぐらいの年代だったんですか。84年とか85年。そうですね。やっぱそう。ブリヂストンさんはブリヂストン USA っていう会社がありまして、そこのスタッフでグラント・ピーターソンさんがいたのでね、で彼は企画したり、それからロストワックスはどうやって作るんだろうっていうね、本を出してみたりしてる時にたまたまハンドルでマスタッシュのハンドルを頼まれて、私どもは作ったんで、その後彼はブリヂストン US がなくなった時に問屋を起こしたんで、うちが多分一番先になんか作ろうよっていうんで一緒に、リベンデルの仲間とスタートした日にもう新製品作り始めたんですよ。スタートした日にもうマスタッシュはもうそのまま使ってくれたんですけど、それをもうグラベルロードの走りになるんですけど、オフロードでも走りたいっていうことで熱処理して作って出したり、ドリームバーとかね、名前が彼が一生懸命作ってくれるんですけど、ラーメンみたいなハンドルとかねそれもどんどん作ってったし、彼も新製品企画にいたから好きだし、私も新しいもの作るのが大好きだったんで、毎年、彼の事務所に行ったりインターバイクのショーで打ち合わせしたりしながら、毎年新しいものを2つか3つぐらいずつ作ってきました。でもう向こうから日東さんお願いしますよみたいな感じで、僕すっごい雑な言い方しましたけど、いつの間にか一緒に常にね新しいものを、彼のところは結構仲間がいて、トム・リッチとグラントさんもものすごい仲いいんですよ。ブリヂストンさんに黒森の焼き入れで、ハンドルステムで、世界で一番軽いやつを作ったら、それを量産用のモデルに進めてくれて、実際にそれ量産モデルになって使っていただいたんですけどね。でサンフランシスコは結構みんな仲いいんで、相馬の社長とグラントさんも仲がいいし、遊びに行くと送ってってくれるし、地下鉄で行くからいいよって言っても、3年前か4年前行った時も送ってってもらって、で気候的に西海岸の人たちってフレンドリーなんですよねよく言ってたのは、トム・リッチは山奥に住んでるんですけど、
その近くをスペシャライズの社長がね、マイク・シンアードさんが知ったら一緒にコラボして何か作ろうってそこで決まったとかね。結構みんなショーに行くと和気あいあいとやってますよ。いいな、見てみたいわ。ありがとうございます。僕たちが行くと実際恐れ多いから、もうなんか俺トム・リッチさんに千田さんどっちも見たことあるもんね。そうです。ああ、そうだな。羨ましい。なんかあります？質問おとかね祝いのお言葉が多くて、はあとはもうなんか MT16 のステム復刻してほしいとかやっぱああ、みんなあれですね。おのおのそう思いが今がチャンスかもしれないですね。今日がチャンスかもしれないんで、みんなコメントで言ってもらえた方がいいかもしれないですね。うちのスタッフいます？なんか質問ありますか？じゃあ金子さんいっぱい行こう。俺いや今まで作った中でこれは馬鹿げてるすぎるじゃねえかみたいなことがあったり。確かに製品化されなかったものも含めて、これはちょっとさすがに吉川さん的にも面白いやってなったやつがあるわ。例で言うと超でかいとか超幅広いとか、超重いとかね。超軽いとか。今作ってるのがハンドルバーで800ミリなんですけど、800ミリ800はねやっぱりフラットバーですか？フラットバーです。アメリカ方に頼まれて、作ってます。で普通750まで、日本の場合は頼まれてもできるだけ作らないようにしてるのは、歩道は引いていかなきゃいけないんだけど、車道は道交法で900まではいいんですよ。横幅は900までだから800つけてもいいんですけど、間違ってね歩道に1回入んなきゃなんない場合ね、ちゃんと降りてくれるかどうとかっていうのも考えなきゃいけないし、もう750でもちょっと長いけども、山行ったらね750いるわけだから、800っていうのはアメリカの人大きいから800分かるんですけどね、何回か頼まれたんですけど、800を想定したステムをね用意してなかったんで、今度はステムも用意したし、800でテストも終わりました。じゃあもう製品化に向かっていくって感じです。アメリカに出荷するだけ。800じゃああれですね、どっかのブランドさんかわからないけど、今から多分出るぞ。これから今年中にはもう出ますよね。注文書もらってますから。どこ確かに800だもんな。ちょっとコメントもいっぱいいたお願だいしますいたので、はい梅さんって方から、はいちょっとラフな質問になるかもしれないですけど、吉川さんは普段自転車にお乗りになるんですかっていう。そう確かにちょっと気になりますね。どんな自転車乗ってらっしゃるのかなっていう意味もコメントだと思うんですけど。最近は乗りませんね。最近乗りません。2年前まで会社に年に何回かね10キロあるんですけど、乗ったり、から会社のサイクリングの日っていうのが年に1回あるんで、その時乗るんだけど足手まといになってきたんで最近ねで電動アシストじゃないとついていけないんで、変速機ついててもねやっぱり年食ってくると相手はシングルだからね負けないと思ったけど無理です、ね、10年前はサイクリングクラブ入ってたんで、年に6回は松笠サイクリングっていうところに入ってまして、年に6回は泊まり1回で、あとは日帰りなんですけど、ずっといろんなとこ回らせてもらって、郡上八幡に行ったり、あとはあっちですね、多いのは西の方が多かったですけど、で自分がだんだん足が落ちてきて、実業団のお手伝いして選手走るのをこうサポートする方に回ってますね。で実業団もやっぱり定年があるんでね、そうなんですね。で理事長と一緒に降りたんですけど、ね、いつかねブルーラグスタッフとね吉川さんとサイクリングする会があれば無理ない範囲で電動アシストの1点大丈夫です。
3、4キロぐらい走れれば僕満足なんで他にもちょっとたくさんいただいて、ぜひぜひ。そしたらそうですね、今日のお話の中からで、郷さんありがとうございます。危機当時、さっきお話の中で自転車一本で決めていこうと決めた理由があれば教えてほしいです。まあ多分お話の中ではそのユーザーさんの作ってほしいっていう、希望とかを、形にしていくっていうお話もあったと思うんですけど、まあそれだけではないと思うので、なんかその中でもしかしたらでも吉川さんきっと代表の時かな。そうですね。そうです。はい、会社の中でなんか他にあったんですかね。最初勤めたところも自転車の部品屋さんだし、大阪ですけどね、ずっと一筋で来たんでね、残りの人生何をするかっていう時に釣りと自転車の部品作るのが好きだったんで、はい、釣りは選ばなかったですね。お仕事としてってことですね。はい。その分かれ目が会社入って5年目ぐらいの時にもあったんですけどね、釣りもやりたいなと、釣りの部品も作りたいなと思ってたんですけどね、やっぱり自転車でずっと育ってるんでね、趣味は趣味として、釣りは趣味で自転車は本業と思ってやってます。なるほど。釣りが趣味っていうね。もう初めて初めて聞きました。でもフレコでね、実はさっきこの会計が始まる前に少しお話しさせてもらったんですけど、中学生時代からもうお手伝いをされてたってことなので、運命というか自然というか。中学校時代でハンドル曲げてたそうなんで、すごいですよね普通に。何も考えてなかったもんな、中学校の時。ウイイレしかしなかった。ウイイレしかしてなかった。そうですね。だけどこんな失望するとあれかもしれないですけど、吉川さんがその自転車のハンドル1本で行くぜってなった時に、やっぱりその一緒に働いてらっしゃった従業員の方もおっしゃついてきますぜみたいな感じだったんですか。ちょっとやっぱそこが大変だったみたいなのもあります。最初私が入った時は日東ハンドル製作所だったんですよね。でキャリアを作ったりあと自転車のフレームもね、平成元年から平成18年までフレームアルミで作ってみたくなって、でやっぱりハンドルだけじゃなくて自転車部品の方を作りたいなと。で従業員もハンドルばっかりじゃ飽きるよねって、飽きるは贅沢な話新しいものなんとかハンドルで勉強したことをね、自転車のフレームでもなんとかやりたいと。でキャノンデールの仕事をマウンテンバイクのハンドルをやってる時にキャノンデールの担当の方がね、こんだけアルミきれいに溶接できるんだったらフレームやったらいいよと。でフレームの方が簡単だからっていうんで本当かなと思って、でもその時言われたのが3人ぐらいでやってるのは採算取れるけど10人になると相当な量がないとダメだから、やっぱり値段が相当厳しくなるよと、いうことは言われて3人ぐらいでやってたんですけども、1000台以上は作ったのかな、アルミの。何年ぐらいの話ですか。そのアルミのフレームを3人でやったら取れるよって言われたのはどんぐらいの年の話なんですか。平成元年の2年前ぐらいかな。そうなんだ。元年って俺だ。そうか、僕が63年生まれなんで、そうだ、86年とか45年とかですか。1、2年前かな。そんな本気でやりましたよ。ハンドルも本気でやってたけど2年間だけはもう本当にフレームだけやろうと思って、情報はどこにあるのかなと思って、やっぱりオーダーのフレームを取る小売店さん自分で歩いて行って、これはダメよ、これはいいのよって、お客さんにできるだけ近いところに行かないと勉強にならないんで、不満はあるけど言わない場合もあるし、
直接ね、もうちょっとこうした方がいいよっていう話の聞けるところを回りました、一生懸命。それはどんなフレームを作ってたんですか？アルミの。いや、アルミのロードもマウンテンも作ってましたし、本当ですか？マウンテンサスペンション付きはサスペンションは作れないからスケルトン変えてね、サスペンション付きのものもやってましたし、あとトライアスロンはもうトライアスロン専門店に行って、どういうフレームがいいの、柔らかいフレームにしてくれと、ランまでの間できるだけ休みたいと、自転車でなるほど。で、そうなんだ。硬いとね、ダッシュはいいんだけど、ゆったり乗って体を休めてランに行きたいっていう人が多かったんで、それはちゃんとその通りに熱処理で加減ができるんだよね。そのものを作ってずっと何台作ったんだろう、100台ぐらい作ったのかな。もうそれは日東さんのロゴが入ってるとかそういう感じなんですか？そのフレーム入ってるものもありました。そうなんだ。なかなか見たことがないから、けどどこかにあるわけですもんね。その当時作ったものが今も残ってるってわけですもんね。そう。なんか持ってる人いたら持ってる人いたらコメントくれないかな。そう、ちょっと長くなっちゃったんですけど、他にもなんかすごいたくさん来てるんで。何がいいか。みんないい質問をたくさん。この場でちょっとお聞きしていいのかなっていうのも。今日だから言っちゃおう。じゃあ、ベルベレさん、ありがとうございます。昔チタンハンドル作ってたってお話があったと思うんですけど、今でもとかこれから、作る予定はないんですかっていうご質問をいただきました。チタンはねちょっと難しいんで、日本のチタンの材料って、メッキとかね、配管原子力発電所とか、配管用なんで純チタンで曲げやすいんですけど強度が足りないんで、チタン合金になると軍事産業の国に行かないと手に入らないんで、日本でチタンのパイプとして販売してるところでやっと最近やってくれるようになったみたいですけど、パイプの値段がものすごい高くなったり安くなったり結構大変なんでね。それでじゃあ軽合金より軽くて丈夫かっていうと、軽合金ちょっと肉つければ重量も強度も変わらないんで、アルミの熱処理した方が扱いやすいんでね。それともう一つは溶接がある場合はかなりガスを充満させてやらないと、酸化チタンになると強度が3分の1ぐらいに落ちちゃうんでね、溶接してる最中にもガスをかけてずっと不活性ガスをね、アルゴンなんですけどアルゴンバンバンかけないと不良品が出てきちゃうんでね、その辺はちゃんとした温室みたいなところでやらないとダメなんで、その設備結構かかるんですよね。なるほど。その設備あれするぐらいだったらアルミでも同じようなメリットのハンドルが作れるってことですね。なるほど。やってみて分かったんですけど、販売はしました。販売はしたけども、それはあれですか、さっきのドロップハンドルですか？ドロップもやりました。だからステムも溶接して出しました。何でもやってみたいんでそうですよね。今日お話をお伺いしてると何でもやってみたいんだなって思いマグネシウムもハンドル作ったんですけど怖いから販売はしませんでした。今でも残骸はあるんでこれあれですか、形になってよしできた怖いなってなって売るのやめようってなるんですか？形にまではするんですよ。形になってね腐食が早いんでね。なるほど。そう5年後1年2年だったら例えばオリンピック出る人で軽さ追求してで1回の試合でいいよっていうんだったら1年だったら絶対大丈夫だと思って出しますけどね、やっぱり自転車の部品は10年かな。でも保証書つけるとしたら3年、島野さんも3年ぐらいにしてるみたいですね。それじゃないと製造年月は全部打ってますから、この製品が5年前10年前20年前
のものかは分かるんですけども、10年前で曲がった折れたっていう話があってもやっぱり新品を送らなきゃなんないっていうこともあるし、これはもう勘弁してくださいというのもあるし。もちろんそうそう。なるほど。なんかコメント。はい。ちょっと今日のお話に通ずるところもあるんですけど、マサさんから、ありがとうございます。ユーザーの、希望に沿うものづくりっていうお話があったと思うんですけども、希望に沿う、かつ、美しい製品を作るのは、まあ、簡単なことではないと思うんですが、両立する、コツやモットーはありますかっていう。どちらかというとうちの会社100年ということは40年勤めてる人たちも結構な数いるんですよね。はい、でその人たちはきれいに磨くっていうことを研磨でもねきれいに磨いてアルマイトつけて、自分たちで検査してダメなものを跳ねると。で基本に忠実なんでその辺は守ってくれるんですけどね、もうちょっとなんか小綺麗に作る方法があれば、小綺麗っていうのはもうちょっと簡単にね、はい、数が倍ぐらいできてそれなりに綺麗なデザインができれば一番いいんですけど、真面目にコツコツとっていうのだけで来てしまってるんでねどっかで改善したいですね僕今聞いてびっくりしたんですけど、その磨く人って磨くじゃないですか、はい、自分で弾くんですか、第三者が見て。いえ検査します、見てるとどんどんもっと綺麗にしたくなってきて一生終わんないみたいな感じで1日50本ぐらい、例えばハンドルステム30本しか磨けないと。でそれは30本午前中、2時か3時までにこう磨いて、で検査する人がマジックつけて直して戻ってそこをまた直すっていう、形にしてるんですけどね、材料によっては少しピカピカじゃなくて曇ってる部分もあるんで熱処理してるんでね、追っかけると1本1日かけてもやってしまうんでね。そうですよね。はい。すげえな。なんかお話ある。ちょっとこの場を借りて、はい、日東の初代の社長は女性だったんですけど、私のおばあちゃんの吉川正恵。おばあちゃんですか。おばあちゃんですね。おばあちゃん。私の親父のお母さんだからおばあちゃんですよ、ね。3代目です。学生の時に運転手日曜日は社員が休んでますから運転手やってって言われてアルバイトで運転手したことはあります。ボランティアもやってたんで、初代は会社を作って、長男に譲ってでボランティアの方に行ってたんで結構ボランティアでは有名だったみたいです。これが2代目の私の叔父ですけど、私の親父の兄貴になるのかな、吉川清太郎でものすごい勉強家で真面目って言ったらこんな真面目な人はいないぐらい真面目で自転車大好きで業界も大好きでハンドルも大好きでしたね。すごい。これが先ほど言ったマウンテンバイク、これがトム・リッチーさん、はい、でゲイリー・フィッシャーさん隣にいるんですけど、すごいツーショットですね。本当に2人でお見えになった写真っていうのはこれしかなくて、もう半年ぐらいで別れてしまったんでね、マウンテンバイク作るっていうことに関しては同じ気持ちで作ってたんで、2社と取引あったのうちだけかもしれないですね。うちへ来てハンドルこんなハンドル欲しいと、でもゲイリー・フィッシャーさんもこんなの欲しいっていうことで別々に作ってたんですけどね、決して相手のこと聞かないですね。聞かないってことは相当仲悪いんですね。でもこの仲間
この人たちの仲間はいろんな人がいて、でどこでマウンテンバイク始めたのって言ったら、マウンテンバイクの聖地っていうのがサンフランシスコのタマラスパスペイっていうところがあって、そこの上からサンフランシスコ湾を見ると絶景なんですよ。ものすごい綺麗なんで、そこを自転車で降りたのが始まりだっていうところ連れてってもらいました。すごいですよ。景色もいいし、草あんまり生えてないから、どんどん好きなコースを選んで、でこれだったらマウンテンバイク流行るの分かるなと。登ってくる人もいるし、降りる人もいっぱいいるし。T シャツにしたいもんね、そのね。これは4年前かな。グラントさんが写ってるんですけど、リーベンデールね、のところでちょっと打ち合わせあって行って、簡単に行けるんですよね。簡単っていうのはレンタカー借りなくてもダウンタウンから地下鉄で行って降りて15分ぐらい、10分か15分歩けば、彼のオフィスに行くんで、もともとスタートした時は奥さんが石鹸作ってて、倉庫はありました。最初の年ね、倉庫があって、もう倉庫建てたのって言ったら、家内の石鹸を置いてる倉庫に自転車部品をどんどん増やしていくんだって。今はもう自転車の部品ほとんどですけども、非常に新しい製品が好きで、彼とずっと製品作ってて、アメリカンビジネス優先の人が意外と多い中でね、今でも付き合ってられるっていうのは彼のとこぐらいかな。あとはこれ弊社の常務と今引き継いでますから、アメリカの方の問屋さん一緒に打ち合わせしてインターバイクのショーを、これは多分ラスベガスかリノですね。これ日東がサポートしてる梶原選手、まだ世界戦メダル取る前から頼まれてハンドル作ってきました。ヘルメットは OGK ですね。OGK さんも選手サポートするのフルにみんなやってますからね。でこのステムがトラック用の、こう試作で作ったやつで、ハンドルは幅はむちゃくちゃ狭いんでね、来年どうするかちょっとまだ決まってないんですけど、あまり狭いと、これ彼女がハンドル持って写真からも狭いの分かりますもんね。肩幅で、普通ドロップは肩幅でっていうのが普通なんですけどね。でこれがこのショップさんつくばにあるんですけど、ハイバイクさんね、ここの中村さんっていう方がメカニシャンで梶原さんについてるんで、梶原さん女性で本当に自転車向きの足してます。もう見るからにバンバン走りそうなんでね、女子競輪に行ったら必ずもうS 級になる人です。で真面目に練習もしてどんどん成績上げて、それで、オリンピックシルバーメダリストですね。女性で初めてメダルを取れたんで、頑張ってどう取れればいいなと思ってたらシルバーだったんでびっくりしちゃったんですけど、すごい本当に100周年の中に一応ちょっとずつ入れてあります説明付きで。説明付きでやっぱりなんで選手をサポートするんですかっていうと、考えていること以上に機材に対してねものすごく思い入れがあって、もうちょっとこうしたいああしたいと、体調悪い時は2ミリでもシートピラー下げたいとかね、ハンドルもできれば
5ミリ飛びで作ってほしいと、ステムは絶対5ミリ飛び欲しいって言いますね。今10ミリ飛びでしか出してないんですけど、世界戦出るときはもちろん、全部サイズもサポートするんですけどね、こういうやり方でいってると勉強になるんですよ。確かに。そこまで一番聞ければお客さんが本当に何を望んでるかね、それを聞かない限り、いろんな人の間で変わってっちゃうんで、作りやすいのがこれだからこれにしちゃおうとかね。なるほど。でも本当直接聞きに行くっていうのが、はい、それでロット数少なくともね、頑張って作ろうよと、ベテランが多いんだからできるでしょうと会社帰って言ったら、やっぱりもうみんな反発しますよね。反発はやっぱりする。ワンロット200以下はやったことないのにとかね、絶対200じゃなきゃ嫌だっていう人もいるし、確かに原価計算していくと、200ぐらいないとやっていけないねというものもあります。でもなんとかね、やれる範囲内でやってます。実際僕らがね、なんかオリジナルで商品作らせてもらう時も本当に吉川さん、本当土曜日とかにもね打ち合わせ来てくれたりとかして、本当に細かいところまで気になさってくれて、実際に商品化してくださってるんで、今のお話聞いててなんかすごいジーンとしましたね。時間があれだけどまだまだコメントありそう。そうですね、たくさんいただいていて、もう本当に質問だけじゃなくても、ワッショイさん、伊藤さんの焼き入れの赤いシール特別感があって大好きですっていうコメントとかめちゃくちゃ嬉しいです。僕も一緒です。やっぱチタンの話とか、あとはもうこれから今日走り行っちゃいますみたいなコメントも。確かに皆さん何々使ってます系が多いね。そうですもうなんか熱い思いがいっぱいコメントに増えてきて、すごい嬉しいんですけど、時間がそうですよね。逆になんかスタッフとか、僕でも逆になんかもう終盤なんで一個もちろん恥ずかしながら聞きたいのが、はちょっとこうプロフェッショナルみたいになっちゃうんですけど、吉川さんにとってこう自転車ってこう今考えてこうどういうものかなというか、いいところとか悪いところとか何でもいいんですけど、自転車ってこうだよねみたいなのってこうあったりします？自転車、そうですね、あまりにもしょっちゅう扱ってたんでね、はい、でも私高校の時にね、高校生の時に、K 二輪っていうの免許があるんで、オートバイの免許を取ってちょっと乗ってみたんですよね。これは便利で速いし、で自転車で相模湖まで行った後ね、ちょうど免許取ってオートバイで同じ道を行ってみたら、こんな簡単に行けるんだから、これ自転車なくなっちゃうんじゃないかなと思って、自転車のハンドルもこの先どうなるんだろうなと。でもスポーツの自転車やりだしたら、これはやっぱり自分の運動にもなるし、それから全然オートバイと違うんですよね。ゆっくりいろんなものを見ていけるしね、いいこと結構あるんで、そこで初めて自転車楽しいなということで、これだったら一生の仕事にしてもいいなと思って自転車やってます。で新しい自転車好きですよ。BMX が出たら BMX 乗ってましたし、でマウンテンバイクは何台もやっぱり置いて乗ってみて、サスペンションが出たらサスペンションを乗りにね行ってみたり、新しいもの好きだから、この間電動アシストのマウンテン乗ってみて、これはこれで楽しいんだなというのが分かりました。やっぱりアメリカ遊ぶことに関してアメリカ人ものすごく、三輪車でもインターバイクで売ってるんですよ、子供用の三輪車ね。これ遊園地持ってったら売れんじゃないのかなってみんなに言ったんですけどね、みんな
買わなかったけども、もうやっぱりちゃんとそれ見て買った人がいて、自転車の三輪車、面白いですよね。そうやって遊びをね見つけてくれるアメリカ人大好きです。なんかね、僕も今ね自転車業界の端くれにいるんですけど、やっぱ自転車ので一生やってこうっていうのがなんかもう本当に隣で聞いててちょっとうるっとしちゃったぐらいの話だったんですけど、でちょっと時間もあれなんで最後に次の100年200年を向けてなんですけど、吉川さん、この日東さんがこの200年に向けてどうあってほしいとか、どんな風にあってほしいとか、最後にお聞かせいただければなと思います。可能性は無限にあるんでね、電動アシストっていうのはやっぱり伸びていくし、それに合ったものを作っていかなきゃいけないし、で自転車はランドナーのね、日本のランドナーの時期っていうのは30年前に結構あったんでね、それが発展していけばよかったんですけど、一回かなり減ってしまって、またそれ見直されてね来たっていうことは、もう周期で回ってくるんで、自分の力だけでね走る、シングルスピードにしてもそうだし、それからヒルクライムにしても達成感がやっぱりありますよね。それは未来永劫にあると思ってるんで、楽しいものを、楽しいレースをね少しずつ入れてもらうといいなと。ただあと100年私はいないんであと20年も作り続けることできないんで、後輩に今一生懸命指導してます。その人たちがまた新しいねスポーツ、新しいレースをね考えてもらえればいいかなと思いますけど。はい、ありがとうございます。いや本当にマジで貴重なお話と貴重なお時間をいただいて、はい、ちょっともうあんだけいるブルーラグスタッフがもうジーンときちゃってるんで、はい、本当に貴重なお時間だったと思います。はい。コメントもね、後日ちょっと答えられるものは別でお答えさせていただければと思ってますので、はい、そんな感じかな。ちょっと早いけど、はい。今日で本当に2月11日がね、創業日だったということで、ぴったし100周年。はい。そんな日にはい、お越しいそうただいて、土曜日のね、この日に当たったんですね。いや、すいません、本当にありがとうございます。なんでね、今日は本当に、貴重なお時間とお話ありがとうございました。ありがとうございました。